この状態でいけば、こういう形ではまってくれる。はいどうも、シンです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日は前回お伝えした通り、重要距離であるアルゲンタビスのトラップのご紹介となります。いろんなパターンのご紹介をさせていただこうかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。パターンを分かっていることで、状況に合わせてトラップ使うことができるかと思いますので、必要建材とかはそんなに変わりなかったり、ちょっとプラスしたりとか、代替えしたりとかになってくるので、基本的には恐竜乗りながらになるかと思うので、今回はフクロウちゃんとアルゲンタビス君にもご協力いただきます。プテラももちろんフクロウ通れればプテラも通れるので、同じサイズなので利用可能になっております。割と初心者、慣れてない人だと結構アルゲンタビスでアルゲントラップはめるのって難しいかと思うので、それに対応したトラップのご紹介もさせていただきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段こういった形でトラップ動画であったりとか、建築動画、あと冒険動画ですね、投稿していく予定になっておりますので、役に立ったようであれば高評価、あとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。では、早速本編どうぞ。では、まず、基本形となるトラップですね、のご紹介と、そこのバージョンチェンジのようなものですね、をご紹介していければと思います。まず、基本形となる必要資材がこちら。では、こちらを基本形としたものになりまして、いくつかですね、バージョンを変更してですね、状況に合わせた形でできるようにご紹介していきます。では、早速作っていきましょう。はい、では実際作っていきますね。まず、土台を1つ置きます。で、扉枠を2つ、サイドに1つ。まずこの形ですね。ここに、1つ。石の8枠ね。で、柵をここと、ここですね。に、両サイドつける形で、こっち側からこの横の方に扉をつけると。こういう感じですね。これが、基本の形になります。で、この形だと、プテラとか、フクロウちゃんだと、両扉枠抜けれるので、こういう形で抜けれるんですけど、アルゲン君は抜けれないので、困ると。で、扉開けると、抜けれなくなるというトラップになっております。全体像としてこんな感じね。まずはこの状態で試してみましょう。本来だとこういう感じですね。で、この状態で降りて、扉を閉める。これでもう抜けれなくなる状態ですね。これが基本形のところになってきます。バージョン違いとして、一つがプレッシャープレートを使うパターンですね。扉を設置した場合に手動で開けないといけないので、その場合に関してプレッシャープレートで開けるというパターンです。これをする場合、一つだけ注意点がありまして、扉を普通に設置した場合、これで相性番号を設定した場合、プレッシャープレートで開くのは外側に開いてしまいます。なので、プレッシャープレートを使う場合は、両扉枠、ここの扉つける方の両扉枠だけ意識していただければいいんですが、裏返して設置。これだけは忘れないようにしていただければ、扉設置して、相性番号を設定して、この状態で内側に開きます。形は一緒なんで、ここは実演も省いちゃいますが、こんな感じになります。で、設定は、基本的には恐竜乗ってになると思うので、恐竜でもいいですし、プレイヤーでも、両方設定しておけば
ですね。プレッシャープレートに関してはいつでも拾えるので、一回作ってしまえば使い回しできるんで、あまりコスト重くなるっていうこともないかと思います。ここもまあ一つの手段ではあります。では、続いては、アルゲン君を使った状態で対応できるトラップになります。基本的にですね、先ほどの基本形の方でもアルゲンで誘導してっていうのはできるんですけど、その場合、中を通り抜けられないので、なかなか慣れないとですね、はめるのが難しいかと思うんですね。以前、合計の方でお伝えしたアルゲントラップの開始のパターンも割とちょっと誘導難しいかと思うんですけど、そこは先ほどお伝えしたプレッシャープレートの方でご対応いただければと思うんですが、アルゲンで誘導する場合に関しても結構誘導難しいかと思うんですね。なので、それに割と慣れてない人でもできるように改造したパターンのご紹介になります。一応必要次第はこちら。では、実際作っていきます。まず、柱を2本立てます。で、そこに、天井ですね。で、一応、基本的にはこっちでもできます。で、もし、この柱1本バージョンで難しいようであれば、横に1個伸ばして、この状態で作っていただければいいです。あとは上を作るのは一緒なので、基本形のものとですね、土台を、要は柱天井の土台にするだけなので、要するに下を抜けれるようにするっていう形ですね。で、こっちだったら、そのままここ抜けれるので、問題ないですし、資材、天井1個の差なんですけど、省くんであれば、柱1本でも問題はない。今回はこっちで横に伸ばしたパターンで作ってみますね。で、こういう形ですね。で、ここの扉に関しては、もちろん高さがあるんで、手動では変えれないので、プレッシャープレートを使います。なので、向きは内側ですね。この形で貼るのを忘れずにしましょう。こういう形で、この辺りにプレッシャープレートを置いて、設定して、扉にも番号を設定。この状態であれば、この状態で塗れば内側に開くという状態になりますので、今日ですね、これを壊して、扉として目印としてなんですけど、表と裏で色がある。ね。ご存知だと思うと、貼る場合、内側が緑です。こっちから貼ると青ですね。向こうも映ってるんで緑も映ってますが、外側が青、内側が緑の状態で扉を貼っていただければ、こういう形で内側に開きます。内側が緑、外側が青の状態で扉が貼れる向きで両扉枠を貼っていただく。これだと、扉閉めるのに、これだけ必要になるんで忘れずにしましょう。これであれば、通常1段であれば頑張って上とか横とかこう通り抜けてうまいことアルゲンでアルゲンはめないといけないんですが、割とだいたい上から追ってくるので、普通にアルゲンで下を抜けるだけではまってくれます。実際試してみますね。この状態でいけば、こういう形ではまってくれます。あとはアルゲンで扉をして、通り抜けて、これでもうロックされてるので、あとは麻酔矢を打ち込むだけ。ちなみに前回の開始ついたパターンなんですけど、これに適用させるのはできなくはないんですけど、誘導が難しいのと、もう一つが抜ける場合が出てきます。できなくはないと思うんですね。今回は開始パターンは、省きますので、前回の動画を見ていただければと思います。このパターンは以上です。
はい。で、続いてのパターンなんですが、周りの環境ですね。割とアルゲンタビス、マップにもよりますが、周り危険な生物が多い場合が、肉食恐竜ですね。が多いっていうパターンが割とあると思うんですけど、狙われやすくなってしまうんですね。なんで、昏睡してから食べられてしまうっていうこともあり得るので、ここに対して対応しているパターンになります。さっきの基本形に近いっちゃ近いんですけど、少し変えたパターン、ね、防御力上げたパターンになります。必要次第はこちら。では、実際作っていきましょう。では、実際作っていきますね。まず土台を一つ置いて、両扉枠を2つ置く。で、今回は内枠ではなくて天井を置きます。で、両サイドに壁を設置。ここは基本形のように両扉枠の扉でロックしてしまって一回先に捉えてしまうっていうのも一つの手ではあります。資材的に今回は壁にします。で、一旦この形です。袋とかプテラで誘導すると、こういう形ですね。で、このまま抜けていただければ、アルゲンは枠にとらわれます。で、普段はここで扉閉めると思うと、壁持ってこの状態で、こう、を壁にする。それで逃げれないので、あとはこの状態で、まず眠っていただく。はい、これで寝ましたね。で、あとはこの状態で、ここに扉を貼っていただければ、たとえレックスとかが来ても、アルゲンにダメージは入らないというトラップになっています。なんで、周りが結構危険な肉食に食われるところとかであれば、この形でやっていただければいいです。で、たとえ、周りに建築物あって、柵が出ないような場合でも、こういう形で一マスに置くので、この土台さえトラップが置ける段階であれば置けるっていうところですね。一個だけ注意点があって、このトラップ恐竜からの攻撃は外から当たらないんですけど、人の攻撃は入るんで、それだけ、間違って叩かないように。でもちろん開ければ、インベントリーアクセスできるんで、投入は可能で、横に普段の通り、扉枠ですね、をつけていただいて、一回扉でロックしてから後ろを閉じるっていうことも可能です。扉、なかなか後ろに壁張るのが難しいとかであれば、そのパターンもできます。大体はタゲが恐竜に行ってるので、ここに恐竜を置いておけば、人の方に反応はささっとすればしなかったりすると思うと、出るときはどうしても壁は壊さないといけないです。使い回しするんであれば、壁壊して、貼り直すと。後ろの部分ですね。壊して、抜けると。で、扉枠は別に、開けておけば抜けれるんで、外側に開けば別に袋で抜けれるはずなんで、わざわざ壊さなくてもいい。では、いかがでしたでしょうか？今回は、アルゲントラップのいろんなパターンですね。基本は一緒なんですけど、状況に合わせて利用できるようなパターンのご紹介でございました。どうしても、アルゲンとか基本的に昏睡長いので、ちょっとだけ麻酔薬足せば、マックスレベルでも基本的にテイム、4肉とかであれば可能ですし、結構放置しておける系の恐竜ではあるんですけど、周りが結構危険なので、食べられたりとか、攻撃されたり、ゲームゲージ下がったりっていうパターンも、出てくるので、その辺の安全性を考える上でも、最後のブロックパターンっていうのは、ちょっと資材多めに使う形にはなるんですけど、ベストかなと思います。安全なところであればですね、全然 4K であったり、あとプレッシャープレートあれば、割とプラス資材はもちろん必要ですけど、開けに行ったりとか、そういったところが苦手な人でも楽にテームできるので、あたふたしてしまったり、タゲの移動とかですね、が、いろいろ難しい人っていう場合は活用いただければと思います。では、本日は以上となります。こういった形で、トラップ
プ動画であったりとか、建築動画、あと、保険動画ですね、上げていっておりますので、面白かったり、役に立ったよっていうところがあれば、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いいたします。では、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。